大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。先生、今日も素敵でパープルですか？はい、皆さんこんにちはが抜けたねこんにちは。こんにちは。はい、暑い夏が続いてますけども、まだね、本当にね、暑いんですよ。よく朝ですね、起きた時にいきなり私のおじいさんとかですね、昔ですから、雨戸を開けてで、暑いぞ、今日も暑いぞ、暑いって朝から言われると、もうそれ聞いただけで、暑いんだって思っちゃいますよね。で、自分の発した言葉っていうのはまた自分に返ってきますので、暑いと、そうなんですよ。暑いと思っても朝、今日は涼しいわと言ってね、言うだけでも気分が違うんですよ。だから暑いぞの一言から始めないで、今日は風がある、涼しいねとか、そういうふうに言ってみてください。ぜひ少しは違ってきますので、今日から明日からそうやって言ってみようと思います。言ってみてくださいね。先生、お盆ですね。そうですね、ご先祖様が帰ってらっしゃるお盆ですね。帰ってらっしゃるというか、ご先祖様の多くの方は今世の修行をしてらっしゃるんですね。いわゆる私たち存在しているこの3次元ではなく、すでに肉体を脱がれたご先祖様というのは今4次元におられて、4次元で世の修行というのがあって、4次元の中でも世の修行が終わると、その霊界といういわゆる天国というところに帰られるんですけれども、多くのご先祖様がまだ世の修行中で、修行中は勝手にはこの世に3次元に勝手に出入りできないんですね。4次元の霊界天国に上がられれば出入りが自由にできるんですね。ですから世の修行中は許可がないと来れませんので、許可が下りる時っていうのがお盆であったり、あと命日であったり、何かでご親族が結婚式だとか集まられる時、そういう時には許可をいただいて来ることができると、修行からこちらに来ることができる。で、お盆にはお亡くなりになられたおばあちゃんをお盆の時に見たとかですね、そういう話もよく聞くんですけれども、比較的お亡くなりになられた方の姿を見やすい時でもありますので、怖いことではないです。これは私たちもいずれこの肉体を脱げば、同じですから、よく幽霊怖い、お化け怖いってプロデューサーの片桐さんもね、怖いっておっしゃってみますけど、栗本さんこの間もどうしようね。栗本さんと片桐さんってやっぱりご縁があるんですよね。きっと私前世もご縁があると思う。それって先生いつもおっしゃってみますもんね。本当に面白いんですけど、前世のつながりとか、前々世であったり、そのつながりがあって、やはり今回も生まれてきて合わされている家族になっているとか、近くにいる友達、親友、そういう方すごく多くて、個人面談させていただくと、そのご家族の前世は何だったとか、そういうのをね皆さん聞いてこられますので、お答えさせていただいてるんですが、それで本当にもうぐるぐる前世はこう、前々世はこうってぐるぐるつながって、また同じ私たちのこの魂っていうのはみんなつながってるんですね。で、つながりのある魂がまた近くにこうして生まれさせられている、っていうことがありますので、本当に、きっと片桐さんと栗本さん、何か縁のある魂です。もちろん私とね、片桐さんもですけど、それは嬉しいです。イニシャルが一緒？イニシャル K 同士ですね。そうですか。そういう人多いんですけどね。K 同士。先生、それで夏といえば怪談なんですが、涼しくなる話ですか。それで先生のブログからこんな質問がありましたので、読ませていただきます。理恵さんの質問です。彼の家での相談です。先月夜10時くらいに玄関のノック音がしました。その時はいたずらだと思いました。でも朝10時くらいに裏口からノック音がして、また彼だと思ったのですが違いました。しばらくしてまた別の場所からノック音が聞こえました。外には誰もいませんでした。
この現象は何だと思いますかというご質問ですが、はい、これはですね、先ほどお話ししました、私たちが住んでいるところは3次元ですね。で、4次元の方が訪ねてこられる時にノックをされたりインターホンをされたり、いろんな現象を普通は目に見えないように、私たち人間はこの3次元のものだけが見えるように普通は作られているということなんですね。ですから姿は見えないです、大抵。でも見える方もたくさん最近私の周りには、私も含め集まってきておられるんですけれども、見えれば姿が見えたんですけれども、これは理恵さんのご先祖様とかではないということですね。ではなくて、その土地におられるいわゆるさまよっておられるご霊さんですね、がいたずらをするで、ってびっくりしたとか言うと面白いので、ご霊さんも余計いたずらをしてくるっていうのがあるんですね。ですから何も怖いことでもなく、よく私の家はピンポーンって誰も来てないのにピンポーンとインターホンが鳴る時がありまして、以前も。でその時も私は誰かがお亡くなりになったなってそれで分かったんですね。で子どもたちにはインターホンが鳴ったので、誰かがお亡くなりになったから連絡が来るよと。そしたらやはりその次の日ですね、知り合いの方のお父様がお亡くなりになられてっていうご連絡をいただいたので、ちょうどそのピンポーンの頃にお亡くなりになった。でもそれはお亡くなりになったお父さんが直接その場に来てではなくて、そのお亡くなりになったよっていうお知らせだったんですけれども、そういうこともあるんですね。じゃあ特にいたずらをしているっていうことですね。この方の場合はご霊さんが遊んでるというか、いたずらをしているというか、まだ若いご霊さんだそうですので、別に恨みがあってノックしに来てるわけではないのでね、ご安心ください。よかったです。じゃあ、うちのね、ごめんなさい、うちのって言っちゃったある学校の話なんですけれどもね、この間聞いたんですけれども、学校で合宿に行ったそうなんですね。でそこで肝試しをやろうということで、生徒同士で肝試しをしたんですね。それでお化け役と人間役みたいな役割分担をして、でお化け役の子はここの場所とここの場所っていうことで、その回ってきた子たちにそれ昔旅館だったところをそういう合宿場所にしたような場所らしくてですね、で前からあそこは幽霊出るよという噂はあったところなんですけれども、それでそこでやった時にそれぞれ配置をして、ですごく怖かったって言って最後に終わってからみんなで話した時に、ある一人の生徒さんが、私でもね特にねわーって脅されたのも怖かったけど、あそこの部屋のところで戸のところに手だけね、こうしてずーっと出てたのが一番怖かったんだわって言ったら、みんなとかって言って、お化け役の子たちが、あの部屋は誰も入ってないけどって言って、でもそれ聞いてみんなでますますゾーッとしちゃったのっていう話、教えてくれたんですけどね、やっぱりみんなで肝試しとかやったり、あとでそこの旅館の元旅館だったところでは、その夜もみんなで話をしてると、突然ジャーって水道のが思いっきりひねって水道が流れる音がして、で誰かが誰とか言って最初は止めに行ってたらしいのですよね。でもまた止めに行ってまた喋ってるとジャーっていうのでまた止めに行ってたんだけど、もうこれは人間じゃないってやっぱりさすがに分かったみたいで、でもそのままにしとこうって言って、もうそのままにしといたらもう朝まで出っ放しだったっていうことがあったみたいで、幽霊なんですか？そうですそうです、先ほどのお話のように4次元の方、肉体のないまだこの世をさまよってる方が、そうしてみんなでキャッキャッキャッキャワーワーやってると楽しそうだなってこう聞いて、自分も参加しようって言って、こう塔のところでこうしていた手だけがでも見えてしまったという、そういうこともあります。お化け屋敷ってねよくあるんですけど、岐阜でもなんか
柳ヶ瀬ですか？はい、柳ヶ瀬に2つ。夏だけあるんですか？夏だけだったと思うんですけど、夏だけねオープンしてるってね、なんか教えていただいたんですけど、そういうところっていうのはやはりゴレさん集まりやすい場所ですので、本物もねいらっしゃるので、お会いできます。そうですね。はい。よく女優さんがお岩さんだとかそういう役をされる時にお参りに行きますよね。そうですよね。そうしないとまずいみたいなことをね。そこはねまたちょっといろいろあるんですよ。歴史上の人物であったり、ちょっと辛いお亡くなり方をね、された方の役をするという場合は、その方のお墓参りに行かれたりとかして許可をいただいてっていう、その方が今もまだこの世をさまよってらっしゃった場合、その場合にその人の肉体を借りたいということで、以前なんか太一喜和子さんでしたかね、何かの役をされて、何でしたかね、あれなんか怪談話の役でしたっけ、されて、で実際にその何ヶ月後ですか、なんかお亡くなりになっちゃったとかね、ありましたので、やはりこの世をまだその方がさまよってる場合ですね、何らかのこの人の肉体を本当に使いたいと言ってわーっとこうついてしまわれる場合もありますので、そこはそうされてるんじゃないかなと思います。そうですか。やはり夏ですね、そういう話をいっぱい聞くと涼しくなりましたか？それでは先生、講演会のご案内です。もう9月になりますね。9月30日の日曜日、静岡の煙鉄ホールです。そうですね。静岡の皆さんまたお会いできるのを楽しみにしてます。そうだ先生、そういえばプレゼントが、夏のビッグプレゼントがあるんですか？そうでしたね。ごめんなさい。ビッグかどうかわかりません。こちらの大森和也のいつもつながっている渡良瀬トーク BGM、 こちらの CD に、夏休み特別プレゼントということで、色紙に私と古澤幸恵さんのサインをして、この CD と一緒に皆さんに3枚だけで申し訳ないんですけど3枚プレゼントをさせていただくという企画を初めてしてみました。よろしかったらこちらにご応募ください。今ここら辺に、応募方法が出てると思います。たくさんの応募お待ちしてます。お待ちしています。それでは先生、お時間になりました。また来週、皆さんとお会いするの楽しみにしています。See you next week. Bye.